どうも、体験大好きひなららです。1月7日に追加されたクエスト、強化個体の百竜の塩原、高難度、我ら楽度が数える派についてですが、はっきり言ってこのクエスト、製品版のモンハンライズの中で一番難しいと思います。ということで、なかなかこのクエストをクリアできない方も多いと思いますので、今回は体験でこの強化個体の塩原を10分未満で楽に討伐できる攻略方法を紹介します。おすすめ装備、塩原の仕組み、立ち回りについて順番に解説していくので、体験使いであれば必見だと思います。まず装備についてですが、武器は百竜体験で、入れ替え技は新民切りです。後ほど説明しますが、ナルガ体験では火力が低くて、百竜雷神の速射砲の時に苦労します。百竜雷神の攻撃力が高すぎるので、月光山や竜気活性装備はおすすめできません。スキルはこんな感じになっていて、弱点部位攻撃で会心率は 85% で、ファイトのお供の強化方向で会心率を 100% にします。集中は3を推奨します。また、風圧耐性がないと雷神の大技でひるんでしまうので、あった方がベターです。お供は睡眠武器にしておくといいと思います。それでは塩原の仕組みについて解説します。図をご覧ください。この塩原の仕組みをまず理解しておかないと、泥仕合になってしまうと思います。流れとしては HP11750 の風神を倒してから HP37400 の百竜雷神を倒します。だいたい約 1.4 倍くらい体力が通常個体と比べると増えています。風神は強化個体なんですが、体験ではめ殺しできるので問題はありません。そして雷神は3つのフェーズに分かれています。HP の割合はフェーズ1が 20%、フェーズ2が 30%、フェーズ3が 50% になっています。フェーズ1は速射砲と新民切りで切り抜けれます。こちらはマリモさんが通常個体で使っていたチャートで切り抜けることができます。フェーズ2の突入は1回目の大技激流旗鏡が合図です。フェーズ3の突入はマガイマガト、クシャルダオラ、テオテスカトルのいずれかの乱入が合図です。フェーズ3は雷神のモーションや攻撃力が一気に上がり、製品版随一の難易度になっていますので注意が必要です。フェーズ2とフェーズ3で大事なことは、雷神をダウンさせてできるだけ拘束して狩り切ることです。ダウンさせてしまえば大ダメージが与えられますし、攻撃もしてこないので、落ちる頻度がぐっと減ります。ダウンの方法は3つあって、1つは、雷神の帯電部位に一定ダメージを与えて2箇所の帯電部位を剥がすことです。例えば、これは大技中に一気に2箇所の帯電を新民切りで剥がす超高等テクニックですが、塩原を極めたいならチャレンジしてみてください。今回は使いません。もう一つは大技激流旗鏡中に一定ダメージを与えることです。このダウンは取るたびに必要な敷居ダメージが増えます。もう一つは睡眠です。フェーズ3でお供の睡眠が来るとラッキーですね。しかし強化個体はこれらを駆使しても猫かじばなしでははめ殺しが難しいので、タイムアタックをするのであれば猫かじばの方が良いかと思います。それではこれまでの内容も踏まえて解説をしていきます。なお分かりやすく解説するためにいくつかの戦闘を組み合わせて構成しているのでご了承ください。風神の初期位置は3パターンあって、左上、右上、手前ですね。今回は右上だったので近づいて攻撃をしていきます。1回目の発覚方向にタックルを合わせて新民切りを当てます。これで怒り状態に移行します。怒り方向にタックルを合わせてタックルを当て続けてスタンを取ります。スタンを取ったら新民切りを1発、混合民切りを2発入れます。この流れは通常個体と一緒ですね。で最後に新民切りを1発入れてあげます。この時の風神の向きで次に出てくる岩場が分かるので、鬼人薬グレートを飲みながら岩場に向かいます。岩をバリスタで狙ってダメージを与えていきます。強化個体は体力が多いのでこれでは狩りきれません。会心があまり入らなかった場合はこれぐらいのタイミングで降りて頭に新タメを当てた方がいいんですけど、今回は会心が十分に入ってダメージが入ってたので
腕に新ため切りを一発入れるとフィニッシュですね。次は速射砲フェーズです。抜刀状態で降りてくるのでかけり虫受け身で降ります。速射砲で弱点を狙います。腕が弱点です。で20発分全部打ち込んだら回避をして縦切りタックル新ため切りで風神の尻尾に1撃目2撃目に雷神の尻尾を当てて強化ノートで移動ですね。この赤い蝶々が目印です。で今回も同じように新ため切りを当てて尻尾に強撃を当てて回避混合ため切りで怒り方向を新ため切りで打ち抜きます。これでフェーズ1が終わり確定モーションに移行します。大技前は必ず中央に向かいます。竜風圧が来るので混合ため切りでいなしつつタックルをしてタックルで稲妻を回避しつつ新ため切りを尻尾に当てます。で強化ノートで尻尾に近づいて縦切りを入れてここですね。ここが大技です。ここに一定ダメージを与えることによって1回目の大技ダウンが取れます。矢場に乗って大技を当てていきます。新ため切り等を当ててもフェーズ2の体力を削り切ることができません。なのでこれから先は雷神と対マになっていきます。一部戦闘はカットします。それでは新タイムポイントを紹介していきます。この大技ですね、一旦離れてから混合ため切り近づくと新ため切りが当てれます。こういったところでフェーズ2の体力を削り切りたいところです。尻尾攻撃もチャンスですね。ため切りが当てれます。これでフェーズ3の突入の乱入が起こります。乱入の合図とともにすぐさま刀を解きましょう。こちらの方が分かりやすかったので戦闘シーンに切り替えていきます。乱入が起こったら方向してくるのでガードなどでかわして乱入モンスターに混合ため切りを当てて総流状態にしましょう。そうすると総流モンスターが早く帰ってくれます。ちなみにこの区間から2回目の大技まで一定ダメージのダメージストップがあります。レーザーを放ってきたらこの小枝の近くから新ため切りを狙うと腕に当たります。もうそろそろ総流モンスターが帰ってくれると思うので近づきながら2回目の大技に備えて混合ため切りを当てます。でまた大技放ってくるのでタックルで稲妻を回避して新ため切りを当てます。若干ところ悪かったですね。あんまりダメージが出てません。でさらにもう一発新ため切りが入ります。若干出すタイミングが早かったので一発目が強気にならなかったんですけど無事当たりました。雷球に混合ため切りで近づいてダメージを与えていきます。1回目の大技でダウンを取っているので必要な式ダメージが増えているのでまだダウンしません。でさらにもう1回新ため切りを当てていきます。さっきも会心出なかったですね。で今回は会心が引けなかったのでここでダウンは狙えなかったんですけどまだ雷神の大技は続いているので速射砲で攻撃します。で一定ダメージに届くとこんな風に大技ダウンが起きます。かきり虫なので近づいて新ため切りなどを当てていきます。で火事場がないとこれで体力を削り切るのが難しいんですよね。なのでまたタイマーになります。それでは残ったフェーズ3の体力を削り切る新タイムポイントを紹介していきます。尻尾攻撃は混合ため切りが入ります。で狙いたいのがこの睡眠ですね。フェーズ3で睡眠が起こるとラッキーです。体力が 50% もあるので新ため切りの2撃目を当てて大ダメージを狙っていきます。このモーションは要注意です。一発目の衝撃波を避けて2回目の電撃、これ普通に当たっちゃうとワンパンになっちゃうので1回目の衝撃波を避けて混合ため切りで近づいて新ため切りを当てましょう。そしてこのモーションフェーズ2と同じくチャンスになります。なので混合ため切りなので接近して新ため切りを当ててやります。これでフィニッシュですね。はい、いかがだったでしょうか。腕試しにぴったりなのでぜひ戦ってみてください。それでは今回は終わります。バイバーイ。